こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、基本的操作法第14回、ドラフトワークベンチの続きを解説していきます。最初に、ドラフトワークベンチのオフセット、トリメックス、ストレッチについて解説します。オフセットコマンドは、選択したオブジェクトの各セグメントを指定された距離だけオフセットするか、選択したオブジェクトのオフセットコピーを作成します。オフセットの操作手順について詳しく説明します。まず、オブジェクトを選択し、オフセットボタンを押すことで、オフセットタスクパネルが開きます。このパネルでは、オフセット距離を設定するためのオプションが提供されます。3D ビューでポイントを選択するか、数値を直接入力してエンターキーを押すことで、オフセットを実行できます。右側の図では、オフセットの例が示されており、元のオブジェクトとオフセットされたオブジェクトの関係を示しています。オフセットのオプションについて説明します。OCC スタイルのオフセットチェックボックスをオンにすると、特別なオフセットスタイルが適用されます。このスタイルでは、オープンドラフトワイヤが両側でオフセットされ、新しいエッジが丸いコーナーで接続されるため視覚的に滑らかな仕上がりになります。特に、2つ以上のエッジを持つ平面オブジェクトに対して効果的です。また、新しい非パラメトリックオブジェクトが作成され、コピーがオフの場合は元のオブジェクトが削除される点も重要です。コピーを作成する場合は、C キーを押すか、コピーチェックボックスをクリックしてモードを切り替えます。これにより、元のオブジェクトをオフセットするのではなく、オフセットコピーが生成されます。トリメックスコマンドは、選択したオブジェクトをトリムまたは延長するための強力なツールです。この機能を利用することで、他のオブジェクトのエッジとの交差をもとに新しい端点を決定しデザインをより正確に調整できます。特に、面を押し出す際にもこのコマンドが役立ちます。トリムと延長の機能を使い分けることで、複雑な形状を簡単に作成でき、作業の効率が向上します。トリメックスの操作方法について説明します。まず、オブジェクトを選択することが重要です。選択後、トリメックスボタンを押すことで、タスクパネルが開きます。このタスクパネルでは、3D ビューでのプレビューが表示され、目的の結果に合わせてポインターを移動させることができます。具体的には、オブジェクトを選択した後、トリメックスを押し、マウスを動かして距離を入力することで、精度の高い操作が可能になります。ストレッチコマンドは、選択したポイントを移動させることで、オブジェクトの形状を変える強力なツールです。スライドに示されている左側の図は、ストレッチコマンドを適用する前の状態を示しており、赤い円で囲まれたポイントがストレッチされる部分です。右側の図は、ストレッチコマンドを適用した後の変形された状態を示しています。ストレッチ機能は、オブジェクトのサイズや形状を調整するための重要なツールです。まず、対象のオブジェクトを選択し、ストレッチボタンを押すことで、ストレッチタスクパネルが開きます。ここでは、3D ビューを使用して、選択領域の角を指定することが求められます。最初の点を選択した後、対角の点を選ぶことで、ストレッチする範囲が決まります。さらに、ストレッチの起点とターゲットポイントを選択することで、オブジェクトの変形が完了します。今回はドラフトワークベンチのオフセット、トリメックス、ストレッチについて紹介します。それでは、オフセットについて見ていきましょう。最初に、こちらのポリラインにオフセットを適用してみましょう。ポリラインを選択し、オフセットボタンを押します。マウスを動かすと、このようにオフセットされた図形が表示されます。パラメータ設定画面には、元の図形からの距離が表示されます。ここで、コピーオプションをチェックした状態でクリックすると、オフセットされた図形が複写されます。元に戻し、もう一度実行してみましょう。ポリラインを選択します。次にオフセットボタンを押します。そしてマウスを動かし、オフセット図形が表示されたら、キーボードより直接オフセット値を入力して、エンターを押します。
するとコピーされたオフセット図形が表示されます。長方形の図形についても、オフセットを行ってみましょう。図形を選択し、オフセットボタンを押します。そして、マウスを動かすと、オフセット図形が表示されます。ここでクリックし、オフセットを決定します。このようにオフセットされた図形がコピーされました。次に、オフセットのオプションについて説明します。こちらの図形を選んだ状態で、オフセットツールをクリックします。すると、設定画面が表示されますが、この中の OCC スタイルオフセットオプションをチェックして使ってみましょう。すると、マウスを動かしたとき、フィレットのかかった図形が表示されます。そして、クリックすると角が丸いフィレットとなります。こちらのポリラインについても、フィレットのかかったオフセットを行ってみましょう。ポリラインを選択し、オフセットボタンを押します。OCC オプションが選択された状態でマウスを動かしてみます。すると、このようにポリラインに沿って輪郭が表示されます。次にトリメックスについて説明します。これは、線の延長やトリミングを行う機能です。まず、対象となる図形を選択し、トリミックスボタンを押します。ここでマウスを動かすと、トリミング、あるいは線分の延長された図形が表示されます。それでは、もう一度行ってみましょう。今度は、このように延長した図形を描きます。次にトリメックスを使用して、平面の押し出しを行ってみましょう。こちらの図形に対して適用してみます。今、作業平面は XY 平面ですが、この面に対して、垂直な面を選択します。ユーティリティより平面選択をクリックします。そして XY 平面に対して、垂直な面、例えば、全面を選択します。今、3D ビューが見にくいので、少し回転させてやります。この状態で、図形を選択しトリメックスツールをクリックします。そして、マウスを動かしてみましょう。すると、このような形で押し出しがプレビューされます。押し出し距離の決定はクリックで行います。このような形で平面より立体を作成することができます。次に、ストレッチツールについて説明します。最初にポリラインを選んでやります。そして、ストレッチツールをクリックします。次に、ストレッチをかけるポイントを範囲選択します。すると、このように2つのポイントが選択されました。ここで1つのポイントをクリックし、ストレッチを行う方向にマウスを移動し、もう一度クリックするとこのような形でストレッチが完了します。それでは、もう一度行ってみましょう。図形を選択し、ストレッチツールをクリックします。今回は一つのポイントのみ選択します。この点を選択し、ストレッチ方向にマウスを動かし、もう一度クリックして決定します。次に、クローンと整列について説明します。ドラフトクローンコマンドは、選択したオブジェクトのリンクされたコピーを作成する機能を持っています。このクローンは、元のオブジェクトが変更されると自動的に更新されるため、非常に便利です。ただし、クローンには独自の位置回転、スケールプロパティとビューが設定できるため、これらの項目については、元のオブジェクトのプロパティの編集に伴う変更は適用されません。クローンの操作は、オブジェクトを効率的に複製するための重要な機能です。まず、必要なオブジェクトを選択し、クローンボタンを押すことで、簡単に複製を作成できます。
作成されたクローンはモデルビューで確認できますが、3D ビューでは元の図形と重なって表示されます。重なって表示されたクローンは、モデルパネルの位置プロパティを変更することで元図形と分離して見ることができます。整列機能は、デザインやモデリング作業において非常に重要です。この機能を使用することで、コピー元オブジェクトを効率的に格子状に配置し、整然としたレイアウトを実現できます。特に、フリーキャドのようなソフトウェアでは、グリッドに沿ってオブジェクトを整列させることで、視覚的な一貫性を保つことが可能です。整列の操作は、まず、コピー元を選択し、整列ボタンを押すことでプロセスが始まります。要素の数を入力する際には、X、Y、Z の各方向におけるコピー数を明確に指定することが求められます。X 方向の間隔、Y 方向の間隔、Z 方向の間隔を設定することで、整列された要素の配置が決まります。また、結合オプションを選択することで、コピー後に各要素が重なる場合にコピー結果を結合するかどうかを選択します。リンク整列を選ぶことで、コピー結果の計算が効率化され、作業のスピードが向上します。最後に OK を押して設定を確定させます。軸集整列の機能について説明しています。コピー元のオブジェクトを指定した形式でコピーし、軸集上に配置することで、デザインやレイアウトの整合性を保つことができます。軸集整列の操作手順について説明します。まず、コピー元のオブジェクトを選択し、軸整列ボタンを押すことで設定画面が表示されます。ここで、コピー配置範囲の角度やコピー数を入力する必要があります。軸集角度は、コピー配置範囲の角度、要素の数は、コピー数を入力します。次に回転中心の設定は、3D ビュー上でマウスを使ってクリックすることで簡単に指定できます。このプロセスを経て、軸集整列が完了します。円形整列は、オブジェクトを円形に配置するための強力な機能です。この機能を使用すると、コピー元のオブジェクトを指定した半径で配置し、各コピー間の間隔を調整することができます。これにより、視覚的に魅力的で整然としたデザインを作成することが可能です。円形整列の操作は、まず、コピー元のオブジェクトを選択し、円形整列ツールを使用します。タスクパネルでは、半径距離や接線距離などのパラメータを設定します。半径距離は円の間隔を、接線距離は円内のコピー間の間隔を決定します。また、円形レイヤーの数を指定することで、配置する円の数を調整できます。対象は、各円内での各コピーの数。実際のコピー数は、接線距離と合わせて決定されます。最後に、回転中心は、キーボードで入力するか作業平面をクリックして指定すると円形整列が完成します。パス整列機能は、オブジェクトを指定した経路に沿って整然と配置するための強力なツールです。このスライドでは、六角形のオブジェクトを B スプライン上にコピーする具体例が示されています。これにより、デザインやモデリングのプロセスが効率化され、視覚的な整合性が保たれます。パス配列の操作方法について説明します。まず、コピー元の図形と経路を選択し、パス整列ボタンを押すことで、指定した経路に図形を配置できます。デフォルトのパラメーターが使用されるため、手間をかけずに作業を進められます。配置されたパスアレイは、モデルパネルのプロパティを通じて後から変更可能です。この例では、カウントプロパティを6に設定することで、配置される図形の数を変更した図を示しています。点整列機能は、オブジェクトを特定の位置に配置するための重要なツールです。これにより、コンパウンド、ブロック、スケッチなどの要素を効率的に使用しコピー元の図形を配置できます。点配列の操作方法について説明します。まず、コピー元となるオブジェクトと、配置位置として使用する点群オブジェクトを準備する必要があります。次に、点群を選択し、アップグレードボタンを押して、ブロックとしてまとめることで、以下の操作が容易になります。次に、コピー元の図形とブロックを選択し、点配列ボタンを押します。すると選択したコピー元図形が点群に配置されます。パスツイスト整列機能は、
オブジェクトを経路に沿って螺旋状に配置するための強力なツールです。この機能を使用することで、デザインやモデリングの際に、より複雑で魅力的な形状を簡単に作成できます。パスツイスト整列の操作は、まず、コピー元と経路を選択することで、どの図形をどのように配置するかを決定します。次に、パスツイスト整列ボタンを押すことで、選択した図形が経路に沿って螺旋状に配置されます。パスツイスト整列のプロパティを編集することで、モデルパネル内のオブジェクトの形状を柔軟に変更できます。この例では、カウントプロパティを10、ローテーション係数を5に変更しています。今回はクローンと整列について解説していきます。最初はクローンについて見ていきましょう。まず、コピー元となる三角形を描いていきます。次に、この三角形を選択します。そしてクローンボタンを押します。すると、モデルにクローンが追加されますが、3D ビューには元の図形とクローンが重なっているので両者を識別することができません。そこで、変換を使ってクロームを移動してみます。すると、このようにコピー元と同じ図形がクローンとしてコピーされていることがわかります。もう一度、図形を選択して、クローンを作ってみましょう。作成されたクローンを選択し変換を押して、位置を移動します。するとこのようにクローンが作成されたことがわかります。こちらが元になる図形です。作成されたクローンは、元の図形のプロパティを変更することによって、クロームの形状を変更することができます。ただし、クローンには独自の位置、回転、スケール、および独自のビュープロパティがあります。それ以外であれば、プロパティの変更が反映されます。例えば、フィレットの半径を 2mm に変更してみましょう。すると、このように元図形の変更がクローンにも反映されてきます。半径も変更してみましょう。例えば、13mm に変更します。すると、このようにすべての図形が大きくなります。次に、整列ツールについて見ていきましょう。最初に、コピー元となる正方形を選択します。そして、整列ツールをクリックします。すると、このようにタスクパネルが表示されますので、要素の数を入れます。ここでは X 方向、Y 方向、Z 方向にコピーする数を指定します。ここでは X 方向に4、Y 方向に3と指定します。次は X の間隔ですが、これは横方向のコピーする間隔を入れます。ここでは 15mm とします。そして、Y の間隔は縦方向のコピー間隔です。ここでは 20mm とします。Z 軸についてはコピーしないので、そのままとしておきます。こちらの結合オプションは、コピー後に各要素が重なる場合にコピー結果を結合するかどうかを、リンク配列オプションは、コピーをリンクオブジェクトにするかどうかを決めます。リンクオブジェクトにするとコピー結果の計算が効率化されます。これで決定すると、このように、3行、4列のコピーが完成します。先ほど、Y の間隔をプラスの値を入れましたので、上方向にコピーされています。そこで Y の間隔をマイナスの値を入れて、やり直してみましょう。正方形を選択し、整列ツールをクリックします。そして、X の要素数を4、Y の要素数を3と入力します。そして、X の間隔を 15mm、Y の間隔をマイナス 20mm に設定します。これで OK を押して決定します。すると、
このように下方向にコピーされて作業平面に収まりました。次は軸集整列を行ってみます。コピー元の円を選択し軸集整列ツールをクリックします。ここでは、原点を中心として円のコピーを行ってみましょう。軸集角度は、コピーする円周の角度を入力します。次に要素数にコピーの数を入力します。ここでは要素数を7個に設定します。そして回転中心をマウスでクリックして入力します。ここでは、回転中心を原点に設定しましょう。すると、このように原点を中心としたコピーが完成します。次は、円形整列について説明します。コピー元を選んだ状態で、円形整列を選択します。すると、このようにタスクパネルが表示されます。最初に半径距離を入力します。これはオブジェクトのレイヤーから次のオブジェクトのレイヤーまでの距離となります。レイヤーは同心円状に作成されますので、その距離を設定します。例えばここでは 10mm に設定します。次に接線距離を入力します。これは整列円の要素から同じ円内の次の要素までの距離を指定します。ここでは 15mm に設定します。次の円形レイヤーの数は、同心円の数にあたります。対象は、各円内での各コピーの数ですが、実際のコピー数は半径距離と合わせて決定されます。最後に回転中心をマウスでクリックして決定します。すると、このようにレイヤーが3個の同心円状のコピーが作成されます。次は、パス整列について説明します。これは、選択したパスに沿って、選択したオブジェクトのコピーを作成する機能です。最初にオブジェクトをコピーする経路、パスを作っていきます。B スプラインでパスを作成します。このような形で経路を作成します。それでは、この経路にこの図形を配置していきましょう。コピー元の図形と経路を選択します。そして、パス整列をクリックします。すると、このように経路に沿って図形がコピーされました。コピーされる図形の位置は、こちらの1パラメータで調整することができます。例えば、Y 軸方向にシフトしてみましょう。コピーするオブジェクトの数も、こちらのカウントパラメータで設定することができます。次は、点整列について見ていきます。こちらがコピー元となります。次にコピー先となる点を描いていきます。この4つの点をコントロールを押しながら選択します。そして、こちらのアップグレードボタンを押します。すると、ここにブロックが作成されます。それでは、点整列を行ってみましょう。まず、コピー元を選択し、先ほど作成したブロックを選択します。そして点整列ボタンをクリックします。すると、このように配置された点にコピー元の図形が配置されます。最後に、パスツイスト整列について見ていきましょう。これは経路に従って、螺旋状にコピーを行うものです。この例では、コピー元として円を、また経路として B スプラインを使用します。最初に、この2つのオブジェクトを選択します。そしてパスツイスト整列をクリックします。すると、
このようにコピー元が経路に沿って回転しながらコピーされます。こちらのカウントパラメータを設定すると、コピーする数を変更することができます。今、こちらが15になっていますので、10個に変更してみましょう。ローテーション係数も変更することができます。0.5 に変更します。するとこのように、回転角度が変更されました。